天国から地獄へ、あっという間に変わることがあります。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。約5年前にカリフォルニアからテキサスへ移住してきました。私だけじゃないですよ。日本人の方もそうだし、日系企業もそう、トヨタ、日清、ダイキンなどなどの大手企業もカリフォルニアを撤退してテキサスへ移動するという動きが数年前からがあることなので、なぜこれが起きているのかということについて今日説明をさせてください。大きな知らせがあります。初出版をします。本が徳間商店より、ここに入っている QR コードをスキャンしていただければ、その Amazon の予約ページになるので、今からでも予約注文を入れていただけますので、よろしくお願いいたします。いろいろ今日のことについても、一部その中にも含まれているので、よかったらぜひ買ってみてください。初本になります。東海岸のニューヨーク生まれです。初めてカリフォルニアにいたのは、確か10歳、10歳前後の時に初めていたんですよ。お父さんと弟と3人で飛行機に乗っていったら、飛行機を降りて車に乗って405号線の北の方に向かって、それの時のこと見てる。初めて見えた綺麗な山、綺麗な海、車の高速道路の6車線ずつのある広い高速道路、山登って、綺麗な風景が、もう今でも見えてますよ。ものすごいところ。それで数年後に大学に行って、大学の後、日本で働いてる時に、やっぱりアメリカに来る機会が行ったり来たりする機会がいっぱいある中で、一番やっぱり行こうとしたところを、その時によく行ったところは、カリフォルニア、サンフランシスコ、ロサンゼルス、などのモントレーベイ、カーメルなどのもうカリフォルニアに行くことが本当にすごい楽しいことだったんですよね。天気が良くて、食べ物が美味しくて、その時も日本からカリフォルニアを見ると安くて素晴らしい、もう天国だと私は思ってたんです。1999年にカリフォルニアに住むことにしたんです。こんな綺麗なところ、みんなすごい綺麗な家に住んでて、フェラーリに乗ったり、旧車も乗ったり、いつも青空、あんまり暑くならない。暑くなるんですが、湿度の、ほぼない、少ない。山がある、海もある、砂漠もある、何でもできる素晴らしいところだと思ったんですが、たった20年、たった20年で、天国から地獄までは行かなくても、かなりレベルが下がってしまったんですよね、カリフォルニアは。あっという間ですよ。私の意見だけではないんですよ。私以外にも数十万人の方が、長くカリフォルニアに住んでた方が、カリフォルニアを辞めて他の州へ移住。カリフォルニアの個人一人一人だけじゃなくて、大きな会社、アメリカの会社、テスラもそうだし、他にもいっぱいあるんですが、日系企業、トヨタ、日産、ダイキン、三菱重工、それ以外にもその関連企業などもカリフォルニアを辞めて、テキサス、テネシー、他の州に移動する動きが半端ないんですよ。半端ないです。これは陰謀論とかじゃなくて、本当の話なんです。ところで私の本業は、YouTube もやりながら、本業は不動産屋なんですよ。不動産仲介業。カリフォルニアでやってたこともあって、テキサスに引っ越してきてから、テキサスのライセンスも取得して、不動産屋として動いてる私から見ても、今でも、数年前からも、その動き、カリフォルニア、ニューヨーク、海岸の方からテキサスへ、フロリダへ、テネシーへ。でもテキサスはやっぱり一番大きいので、その中で。なぜみんなテキサスを選ぶのか。ということは、不動産屋としてのスティーブと、スティーブ的視点、自分の視点でも説明したいと思います。西海岸のカリフォルニア、東海岸のニューヨーク、ニュージャージー。で、全然離れてるのに似てるところ、そっくりのところがあります。過激リベラルイズム。過激なプログレッシブな考え方で、東海岸と西海岸の方がおかしくなったんですよ。変わったんですよ。あっという間にもっと自由のある
生活費も安い、誰でもいい生活できるところがあっという間に過激リベラルの考え方、民主党だけの政府でダメになった州もありますよね。過激な考え方、過激リベラルと言われてるんだけど、正直に社会主義者、共産主義者、もう共産よりの考え方になった東海岸と西海岸。住んでる間にそれも見えたんですよね。もともと治安のすごくいいところです。友達もね、みんなフェラーリとか旧車とかに鍵を挿したままで、オープンのままで映画見に行ったりすることもあったり、食べに行ったりするので盗まれることはない。家のロックはかかってないことが多いカリフォルニア。あっという間に物価がどんどん上がってたカリフォルニア。消費税がどんどん上がっていたカリフォルニア、ニューヨーク、西海岸、東海岸、カリフォルニアに集中しましょう。家賃、そして家の値段がガンガン上がったカリフォルニア。そして不法移民、公共を守らないで公共の扉を開いてどうぞ誰でもウェルカム。誰でもどうぞカリフォルニアに来てください。カリフォルニア、ニューヨーク、我々のリベラルの人たちが、やっぱりあなたたちを守ります。面倒も見てあげます。何でもしてあげますというアプローチだったんですよね。$1000までのものを盗んでも逮捕されることはありません。そして、聖域都市、ロサンゼルス、サンフランシスコなど、不法移民というのはもういません。そういう人もいないので、移民局が来ても、こちらで、それも拒否して、あなたを守りますって、どうぞ来てください。お金ももらえるし、何でももうできる、好きなようにできる、カリフォルニアなどのブルーステートと呼ばれてますよね。そうなってしまったんです。ところでカリフォルニア州はね、もちろん国レベルの税金もあるんですが、カリフォルニア州の所得税が 13.3% なんですよ。国プラス州でどんどん全てが高くなってもう住めなくなった人たち。環境も悪い。環境よりともう歌ってるカリフォルニアのエリート、リベラルの人たちが言ってるだけなんですけどね。毎年のようにいろんなところで山火事がある。これは最近のことではないです。この間もすごい話題のニュースになった山火事があって、ロサンゼルスとパシフィックパラセイドみたいな高いところを燃えてしまったことは初めてじゃないです。長年、20年、30年、ああいう環境だから、あることはあるのは仕方ないんですよね。仕方ないんですが、問題は管理してない。死んだ草、倒れた木、枯れた葉っぱなどを森から取れば、きれいにすればよかったかもしれないんだけどね。そしたら燃えるものが非常に少なくなるから、火事があってもここまで大きいものにはならないって。そこまで大きいものにならないけれども、管理はしない。なぜかというと、この過激、リベラル、社会主義者っぽい考え方なのかわかんないんですが、フクロウがいる、この魚がいる、守らなきゃいけないから触ってはいけない森だ。というプログレッシブ的な考え方が、常識がないんですよね、足りないと。はい、この魚がいるから、北から流れてくる、南に来るはずなお水を海の方に流してるんですよね。その何の考え方なの？結局、火事がなった時に、今度なった時に、消火栓に消防隊の人がもうホースつないでもお水が出ないことになる。もう手上げですよね。そんなところで税金を払って、一生懸命働いて、稼いで、ビジネスオーナーとして最低賃金も、ファーストフードでも$20になりましたよ、$20。$20は150円の計算だったら、いくら？もう3000円のことですよ。1時間ですよ。ファーストフードで。ビジネスできる？できない。やっぱり、どんなに天国だった、どんなに綺麗な環境だった、どんなに素晴らしいところだったか、カリフォルニアは、やっぱりね、ビジネスフレンドリー、住みやすいところではないので、テキサス。なぜテキサスがよく選ばれる？カリフォルニア西からこっちに来ることはなぜよくテキサスが選ばれるのかって。不動産やと、また、自分はテキサスを選んだ理由もまず言います。テキサスはカリフォルニアと比べると、まず赤い、レッドステートなんですよね。保守保守系の考え方、右寄りの人たちが多いです。
国を愛する人たちが多い、ミリタリーもともとね、もうやってた人たちも多い、宗教の信者がものすごく多い。レッドステートって呼んで、大きなパワーのあるレッドステートとして、テキサスがまずよく選ばれることがあると思うんですが、住宅のを比べると、カリフォルニアは2023年に、カリフォルニアのこれ州の平均ですよ。一軒家の平均価格は63万5千ドルの家だったんですよ。テキサスの平均同じ2023年で24万5千ドルですよ。40万ドルの違いですね。そこだけ。もちろんテキサスも4年前から、5、6年前からどんどん値段が上がっている。アメリカは全部物価がインフレーションのおかげで上がっている中で、テキサスも上がったんですが、そんなに違いがあったんです。私、カリフォルニアからこっちに引っ越してきたときに、燃料1ガロンあたりは4ドル前後だったんですよね。それ6ドル台とか7ドル台までコロナの間に上がったんですが、テキサスに着いたときに初めて満タンしようとしたときに1ドル58セント。1ガロン。3倍 ?2 倍 ?2 倍以上。倍以上の値段の違い。アメリカはもう大きいから、やっぱり車に頼っている人たちが多いので、燃料がどんどん高くなることがあった。一つその中の大きな違いが、カリフォルニア州でずっと電気自動車、内燃機関の車をなくしようということがずっとカリフォルニアで言ってたんですよね。その中でガソリン税が上がることとか、こうだ、ああだというわけわかんない過激、リベラル、共産っぽい考え方のリーダーシップから見て、こうすればこう良くなるとかって思ってるんだけど、結局、車好き、車大好きな人たちがカリフォルニアからどんどん離れていくんですよね。車といえば、車両登録税とか登録費用とかがあるんですよ、年間。カリフォルニアで1年間数百ドル、何百ドルとか1000ドルとするようなピックアップトラック、スーパーカーなどの車がテキサスに来たらどの車種でも1年間は75ドルなんですよ。全然違う。ピックアップトラックは関係なく75ドル。旧車になると、旧車は5年で登録は50何ドルでできる。カリフォルニアでは考えられないこと。テキサスはレッドステートとして犯罪などもやっぱり許さないです。一人一人はこのテキサスでは自分のアメリカ国民として憲法の中で守られている権限があって、拳銃持ってる人が、家の中でライフルとか持ってる人たちがものすごく多い。怖いんじゃないですかとかって日本人に説明しようとするとその答えがあるんだけど怖くないです。やっぱり自分たち国民を先に自分たちを守る義務がある。自分を守る義務。自分の周りを守る義務。憲法の第2条、その自分を守る権限が一人一人にあること。その中ではピストルを持ったり、ガンを持って歩いたりすることがある。それがあるからこそ、誰が、持ってるのか、みんな持ってるだろうと思われてるからこそ、犯罪しにくい悪い人が犯罪しにくい。逆にカリフォルニアでは持ってはいけない。誰もこういう持って歩いてはいけないところでは、やりたい放題なんですよね。やられる放題ですよね。結局、普通の一般民から自分を守ることができない人。それが考え方の真逆の部分がテキサスにあります。テキサスのはメキシコとの国境もあります。バイデン政権の時にその国境を全体的にもオープンになって、テキサスにも不法移民いっぱい流れてきたんですが、テキサスはレッドステートとして時間がかかってしまったんだけど、知事が独自でテキサスの国境であることだからこれも閉めよう。自分たちで守りましょうということまで動いた。当たり前だと思うんですけど、動いた知事さんがまだいるテキサス。テキサスはビジネスしやすい。法人税がゼロ。個人所得税もゼロ。土地が広くて、ビジネスよりの州として、日系の企業とアメリカの企業、他の州から来る企業に、ウェルカム。テキサスへウェルカム。そのウェルカムにいろいろあるんですよね。ウェルカムはテキサススタイルのね、南部のおもてなし、南部のリスペクト、南部で教えられた子供たちのモラルとかもまだある。腰の低さとか、Yes sir とか Yes ma'am とか、お客様っていう頭をまだ持っている人の多い、教育された人が多いところにウェルカムなんですが、なぜカリフォルニアからこっちに移住しようとしたかということを忘れるなっていう注意が必ずありますよね。テキサスを変えるなっていうこと。テキサスはこのままですって、すごいいい生活できるところ、安く生活できるところ。昔から
必ず日本人の方がスティーブ、カリフォルニア行きたい。スティーブ、ここ行きたい。サンフランシスコ、ロサンゼルス、ビバリーヒルズなどなどのところ。俺はアメリカ人としてすごいそれを案内するのはすごいプライドがあって、こんな綺麗なアメリカ。カリフォルニア州民じゃなくてもアメリカ人として日本人に見せて気に入っていただくのはすごい嬉しいことだったんですが、残念になったのはもうその数年前からサンフランシスコをお勧めできませんよ。サンフランシスコに行って案内とかなんかはできませんよ。最後にサンフランシスコに行った6年、7年、8年前に見たくない。日本人も見てほしくない。見せたくないような汚いところと治安の悪さなども、あんな最も綺麗な街があっという間にパーになったこともある。ロサンゼルスでビバリーヒルズとかでいて、今ね、買い物もちろん行けるんだけど怖いんですよ。強盗、盗難、車に置いたものが盗まれたりとかすることもあるから、進めできないんですよね。やっぱりビジネスをオープンしたいという日本人いっぱいいた。もう今でもいるんだろうと思うんだけど、カリフォルニアにこの何屋さん、このレストランとかこれ入れましょうっていう頭だったんですが、テキサスのスティーブとして、アメリカ大好きなスティーブとして、そして不動産屋のスティーブとして一つアピールさせてください。テキサスみたいなところはいかがでしょうか。ダラス、ヒューストン、オースティンなどの大都市のあるテキサス。日本人の人口はもちろん少ないんですが、日本の美味しさを、アメリカにいる日本人ももちろんそうなんですが、他の普通の一般のアメリカ人にアピールしたらいかがでしょうか。私はこっちではジャパニーズカフェをオープンして、その作戦なんですよ。もちろん日本人はすごいウェルカム。日本人はウェルカム。でも日本人の人口これしかないから、やる意味がないという考え方を変えましょう。安いところ、ビジネスフレンドリーな州、家賃はまだ抑えられる、まだ制限、いろんな規制の少ない、法人税のない州でやってみたら、リスクはまだ少ないんじゃない。カリフォルニアで失敗したら、かなり痛いと思いますよね。特に今の円安とドル高の関係で。カリフォルニアじゃなくて、ニューヨークじゃなくて、テキサスみたいなところでやってみたら、プラス付加価値がありますよ。私もいますので、その箱探しとか、いろんな面ではまた手伝いできると思いますので、遠慮なくいつでも連絡ください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。初出版をします。QR コードをスキャンしていただければ、それは Amazon の予約ページになるので、今からでも予約注文を入れていただけますので、よろしくお願いいたします。いろいろ今日のことについても、一部その中にも含まれているので、よかったらぜひ買ってみてください。その関連のイベントは今度あるので、チャンネル登録していただければ、その情報も今度流しておきます。そして、インスタグラムと X も、@StevesPOV のフォローもよろしくお願いいたします。そこに、今日はここにいます。今日これから行きますって、やっぱり YouTube よりちょっと早い部分はあるので、そっちの方のフォローもよろしくお願いします。最後に、スティーブ的視点のグッズ、こういうキャップ、こういう T シャツなど、ステッカーなどのものもありますので、自分のウェブサイト、Amazon にも一部あるんですが、すべてのこの新しいものが stevespov.jp にあるので、日本国内から発送させていただきますので、つくのは早いと思います。最後に言わせてください。カリフォルニアのことをバカにしたいわけじゃないんですよ。考えるとさ、すごいもったいない。非常にもったいない。友達まだいっぱいいます。そこからカリフォルニアから出れない人もいます。やっぱり数十年、家族がもうおじいちゃん、おばあちゃん、みんなカリフォルニア生まれ、カリフォルニア育ち、カリフォルニアから出れない人もいる。出てほしくないんですが、元のところに戻れるのかなっていうことが心配なんですよ。あっという間に天国から地獄に変われるということが、政治一つでこうなってしまうこともあることを頭に入れてください。カリフォルニアだろうが、ニューヨークだろうが、テキサスだろうが、もちろん日本だろうが、同じこと考えられるので、国民一人一人常識を持って目を開いて、政治家などのこのリーダーと呼ばれている人たちを責任取らせておきましょう。よろしくお願いいたします。では次回まで日々前進、前向きに、サムズアップ的に笑顔でやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では失礼。